はい、今回はですね、愛知県のホワイトハウスさんが製造販売しておりますコンパスドルク P クール、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、2022年、昨年ですね、キャンピングカーにつけるオプションで実は一番多かったのがですね、エアコンだったそうなんですよ。今ですね、キャンピングカーのね、ご購入を検討されている方、もしくはですね、現オーナーさんもですね、エアコンをつけたいな、エアコン付きのキャンピングカーが欲しいなって思ってる方って非常に多いかと思うんですよ。でそこで今回は、ハイエースのバンコンなんですけど、標準装備で家庭用のですね、エアコンがついたこのドルクをご紹介していきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと、愛知県のホワイトハウスさんが製造販売しております家庭用エアコンがついたハイエースバンコンコンパスドルク P クールについてわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではコンパスドルク P クールの外装からご紹介します。動画の車両のボディカラーはシルバー。4駆のガソリンでキャンパー特装車という車がベースになっております。一般的なバンコンタイプから比較すると車両本体金額は少し高い印象がありますけども、これには少し理由があります。外部電源取り入れ口は車両右側後方に位置しております。付属のコードをボディに差し込んで AC100V コンセントに接続すると 100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。運転席側右側のボディに関してはエクステンションボックスという出窓風になっております。そしてこれは標準装備の家庭用エアコンの吹き出し口排気口になります。冷房脱菜はこちらから暖かい温風が出てくるんですけども、それを吸い込まないように仕切り板がついておりますので、効率よく冷やすことが可能です。またホワイトハウス社のオリジナル商品なんですけども、スマートシェードというものがついております。これは運転席、助手席、そしてフロント窓においてもこのアコーディオン式のシェードが出てきますので、プライベートの確保はもちろん、夏場の強い日差しからも室内を守ってくれます。展開も簡単ですので、まるでヨーロッパのモーターホームのような仕掛けですよね。吸盤タイプのように窓に貼るものに関してはそのもの自体が荷物になってしまうんですけども、これはすっきりして荷物の削減にもつながりますよね。それではコンパスドルク P クールの室内をご紹介します。シート生地はダークラインの色調なんですけども、家具色は白家具ですので、室内は非常に明るく、そして締まった雰囲気があるかと思います。レイアウトも人が乗れるし、物が積めるし、そして寝るスペースも広いですから、3拍子が揃った室内です。このフライスクリーンシステムもホワイトハウス社のオリジナル商品です。この大きなスライドドアに対して簡単に引き出すことができるこの網戸は、夏場に活躍すること間違いないですよね。はい、それではね、ドルクの室内をご紹介します。この車両のメインスイッチに関しては、このエントランススライドドアをね、入ってすぐにここにあるんですよ。なので、中の電装品関係を使う場合はですね、まずこのスイッチを入れます。これね、今押してるんですけど、こういうふうにすると、中のですね、照明だとか、電装品関係をですね、操作することができます。はい、スイッチ関係に関しては、これ運転席のすぐ後ろにね、あるんですけども、こちらにですね、ギャレー設備のところにスイッチ関係があります。はい、このような感じになっておりまして、上からですね、ご説明すると、ここにもね、照明のスイッチがあるんですけど、こちらがセンターのね、照明ですね。そして、これがですね、後ろの間接照明。ここなんですけど、これはですね、この収納庫の中をですね、照らしてくれる照明があるんですけど、そのスイッチですね、ここを押すと、このような感じでね、つきます。そしてこれがですね 1500W のインバーターのスイッチです。このドルクに関してはこの1500のインバーターが標準装備でついております。なのでここでスイッチ操作でねすることができますので、もしですね外部電源コードがさせないところであればですね、この中で 100V を生み出そうとすると、このインバーターのスイッチをですねポチッとこう入れてあげると
はい、この今電子レンジがついてるんですけど、電子レンジがね起動しまして、これですね初めて外部電源がつながってない時はですね、インバーターのスイッチを入れてあげると室内でですね 100V 製品が使えるようになりますので、各ですねコンセントだとかこういう電子レンジ、エアコンっていうのがですね操作することができます。はい、そしてこのですね下のこのね大きなこのスイッチに関しては、これ実はですね、これをですねこのように指でなぞってあげるとこれね、調光ができるんですよ。これなかなかね、賢いですよね。はい。そしてその下に関してはね、これ、エバスペヒア製のですね、FF ヒーターがついておりますので、これも標準装備です。で、スイッチはね、ここで入れることもできますし、この下に関しては、はい、サブバッテリー、メインバッテリーのですね、電圧計がデジタルですね、わかる仕組みになっております。電装品、スイッチ関係はね、こちらの方に集約されております。はい、そしてこのですねスイッチ関係のすぐ近く、ここにはですね実は上蓋式の冷蔵庫があります。こちらもねエンゲルのですね上蓋式の冷蔵庫がついておりますので、結構ですね深さもあってね容量もありますから、これ40リッターねあるんですけども、これここで冷え度合いをね調整できるんですけど、これマックスのですね5にしてたら結構ねこの下の方でビールとかのね缶がね凍っちゃうぐらいね結構冷え度合いがいい冷蔵庫です。そして上蓋式なので冷気がねこう開けたとしても冷気が逃げていかないので、これなかなかですね冷え度合いの保持もいい冷蔵庫ですから、これね意外と優れものなんですよ。そしてこうダンパーがねついてますから、このような感じで閉めることもできます。はい、そしてこちらの方にはですね、はい、シンクがありますので、こちらの方でですね手洗いももちろんできますし、洗い物関係もねすることがねできます。このような感じになっておりますので、ここをですね、キッチンスペースとして考えれば、テーブルでね調理をして、ここでね洗い物をしたりだとか、例えばこちらの横のね冷蔵庫を開けて食材を出したりだとかっていう風にできますので、こちらがね一応キッチンスペースというか、そういうね作業ができるスペースに、なってるんじゃないかなと思います。そしてこのねシンクの水タンクに関してはこのね下に収納されていますので、こちらをねご紹介していきたいと思います。はい、このねシンクの下にはこのような感じで給水タンクと排水タンクがねついております。これはですね給水タンクに水を溜めておいて、この中に水中ポンプが入ってるんですけどね、ここからこう組み上げてここで使って排出される水に関してはこの排水タンクにですね溜まる仕組みになっております。結構ですね間口が広いですから出し入れもねしやすそうですよね。ちょっと奥まった場所にはあるんですけども、タンクのですね出し入れは比較的しやすいねシンク、水回り関係なんじゃないかなと思います。はい、続いてこのねギャレー設備のすぐ横に関してはね、この電化製品2トップがねおります。まずこの上に関してはこれ電子レンジがねついております。こちらの方でね食材をこう入れたりだとかっていうことができますので、ちょっとね高い場所にはあるんですけども、キッチンスペースでね作業をしてちょっと温めたいなと思ったら、ここから手を伸ばして電子レンジを使うっていう風にねなっております。そしてこれがですね窓用につけるですね家庭用のウィンドウエアコンなんですよね。これがねここに装備されております。これウィンドウエアコンなので、室内機と室外機が合体したものになるんですよね。室外機に関してはこのね外装からね吹き出し口があるんですけど、このような感じで出ておりますので、非常にですね、室内機室外機のトータルで考えるとコンパクトな設計になっております。そしてこれですねもちろん 100V 製品になりますので、実はですね、先ほどご紹介した1500のインバーターでね動かすことができるんです。例えば電子レンジだとかエアコンも、バッテリーをねから電気をもらってインバーターで 100V に変換して、でこののがね使うことができるんですけども、普通の鉛バッテリーとかね、増設して2つ3つにしたとしても、おそらくはですねこのエアコンに関しては 2,3 時間がいいところなんですよね。でところがホワイトハウスさんではこのバッテリー設備をね整える中で、もちろんですね鉛バッテリーのね3個体制っていうのもできますし、オプションでですね今流行りのリチウムイオンのですねバッテリーシステムに取り替えることもできますので、このエアコンとか電子レンジをねなるべくストレスなく使いたいなって方はですね
リチウムイオンのですねバッテリー設備に、オプションで変更することでおすすめします。ダイネットスペースのセカンドシートに座ってみました。高さの余裕も結構ありますので、セカンドシートだけでも大人の方2人ぐらいは余裕で座れるかと思います。続いてサードシートにも座ってみました。サードシートは電子レンジ、エアコン、そしてシンクなども操作することができますので、ある程度のものはこのサードシートに座って使うことができそうです。続いて後ろ向きだったセカンドシートを進行方向前向きに変えていきたいと思います。これも操作は簡単で、座面を起こしてヘッドレストを付け替えます。そして背もたれだったマットを車両後方に倒すと前向きシートに変わります。前後にスライドさせることもできますので、座られる方の体型に合わせたポジショニングにすることもできます。今セカンドシートは一番後ろに下げてるんですけども、この膝前のスペースもなかなか広いです。そして運転席、助手席、そしてセカンドシートの間にはこのセンターのテーブルをつけることが可能です。くつろいで移動することができそうですよね。続いてダイネット状態からベッド展開をしていきたいと思います。まずはセカンド、サードシートにあったテーブルを取り外してサードシートの座面を起こします。背もたれについていたこの2つのヘッドレストを取り外して背もたれを前方に倒し、そして座面も前方に倒します。次にセカンドシートをサードシートに設置するまでスライドさせ、同様にヘッドレストを取り外して背もたれを前方に倒します。このようにするとセカンドシート、サードシートがつながった大きなベッドが出来上がりました。そして車両後方に対して4分割のマットもありますので、非常に長いベッドです。実際にこのように横になってみたんですけども、圧迫感はほとんどなく非常に広いベッドです。はい、今ですねダイネットスペースをベッド展開して、これね今サードシートなんですけど、サードシートからですねこのように延長のマットがついておりますので、こうするとですねかなり長いベッドが出来上がります。セカンドシート、サードシート、それで4分割のマットが後ろにありますから、ここだけでもね寝れそうですよね。そしてこのですね上にもマットがあります。でもちろんですねこの上のマットも取り外しができますし、下のマットもこれ取り外しができますので、もし大きなね荷物とか積む時もこのマットをねこちら側にねこう畳むことができますので、こうしてあげると大きな荷物も積めるし、このねかなり広大な2段ベッドも出来上がりますよね。これちょっとね、サードシートなんですけど、ここに足をですねちょっと入れて寝てみたいと思います。どんな感じかね。はい、ちょっとねこの間隔はそんなにね多くはないんですけど、この中にちょっと目いっぱいまでちょっと寝てみたいと思うんですけど、よいしょ。ここから今ちょうどバックドアに足がついてるんですけど、サードシートの座面の部分だけで僕の身長でも寝れちゃうんですね。これセカンドシートからベッドしなくても全然これでいけますよね。ちょっとこれねこうなっちゃうとかなりの圧迫感は出ちゃうんですけど、そうすると下のねこの1段目のマットもサードシートとねこの4分割のマット十分人が寝れるぐらいのスペースありますから、セカンドシートをねベッド展開しなくても4人ぐらいの方だったらね、ここで2人ここでね2人はね寝れるんじゃないかなと思います。はい、それではですね車両後部のねこちらのベッドスペースもねご紹介します。ちょうどですねこのエアコンの下にもですね収納スペースもありますし、こちらのね下の方にもこうやって収納があるんですよ。こっちとあとね反対側にもこのねオープン形式の収納スペース、そしてね後ろの方にもね収納がありますので見ていきたいと思います。はい、後ろの方に関してはこのねシャッター式の扉がついたね結構広さのねスペースがありまして、これね1500のインバーターここにね装備されてるんですけども、ここにですね収納スペースがありますし、反対側のこちらの方にもですね、はい、収納スペースがねありますから、これベッドにしててもこう開けることができますから、これねいいですよね。
結構ね車にやってるようなこういうベッドの間とかこの辺に来たりとかして物がなかなか出し入れしづらいものもあったりするんですけど、これ考えられててちゃんとね収納スペースはベッドにしててもこうね展開開けることがねできる仕組みになっております。はい、そしてねこの後部の常設ベッドのところにもね収納スペースがあって、こちらも開けますとね、はい、このような感じで収納スペース2つ結構こう大きめな収納スペースがねこちらにありまして、中もですねライトアップしてくれますから物もね出しやすいですよね。ピラーのところにもですね、リモコン関係とかそういうね小物なんかをね収納するねこういうバッグみたいなのもねありますし、はい、助手席側なんですけどこちらもね結構な広さあります。こういう収納スペースとこっちのね収納スペースがありますから、なかなかですね収納力をねあるんじゃないかなと思います。この車両最後部の常設ベッドも非常に広いです。まずはこの上段のベッドの上に座ってみたんですけども、このようにあぐらがかけるぐらいの広いスペースがありました。そして実際にこのベッドの上に横になってみました。寸法的に少し斜めに寝てみたんですけども、なんとかギリギリ寝れる寸法がありました。そして少し足を広げて真横に寝てみたんですけども、ギリギリ寝ることがですねできました。身長170センチ前後の方であれば問題なく寝れるかと思います。後部の常設ベッドはマットを簡単に取り外すことができます。このようにまとめて置いておくとかなり広大な収納スペースが出来上がります。このようにマットをまとめておくと大きな荷物や自転車ぐらいだったら積めそうですよね。まとめたマットを今度はベッド展開していきたいと思います。順番にこれを重ねていきますと、このように変則的な2段ベッドのような感じでセットすることができます。はい、そしてねこれマックスファンがねついてます。マックスファンのベンチレーターは吸排気がですねできるファンなんですよ。でこれね結構優れもので、先ほどご紹介したこのエアコンにですねお世話になる前、5月6月ぐらいかなはですね、窓を1箇所開けてこのマックスファンベンチレーターを排気にしてあげると風の流れをですね感じるぐらい結構ねこううまくね排出してくれるので結構涼しく使えるんですよ。なので真夏のね7月8月9月ぐらいのすごく暑い時はこれじゃ全然ね対応できないかもしれないんですけど、エアコンにお世話になるちょっと前あとちょっと後に関してはね意外とこのマックスワンベンチレーターがあると風をねこういう風に換気流れをね作ってくれますので、これ結構ねおすすめです。はい、以前の動画でですね窓の開け方も教えてほしいっていうコメントがありましたので、今回はですねこの窓についてねご紹介したいと思います。まずですねこの窓に関してはいろんな種類があるんですけど、このタイプに関してはここにね丸いポッチがあるんですよ。まずこれを押しながらこれをね開けます。こっち側も開けてこっち側もね開けます。そうするとね窓が開けれるんですよね。でこれもねラチェットみたいなのがついてるタイプもあれば、これもねここでね止まるタイプもあれば、こうねカチカチカチってこう止まるタイプもあるんですけど、これはねこういう感じで止まる仕組みになってますね。そして夏のね暑い時はこれ網戸が出てきますので、これをねここでカチャンとやると網戸をねすることができます。そして寝る時はですねここのねつまみよくこのままねグッと持ち上げる方がいるんです。それで壊れちゃうので、もしこのタイプであれば両方これをねグッとこうやるとこう解除が取れますから、ロックが取れるので、これをつまんで持ち上げる。でここに、ね、カチンと入れるとこうねシェードを出すことができます。はい、そしてこの窓なんですけど、完全に閉める時ってねロックがここに来るんですよね。ただここじゃなくてここの部分で止めることもできるんですよ。そうすると本来ね例えばこうなんですよ。本来はここにですねロックが来るんですよ。このような感じで、こんな感じでね。ただ実はねこの窓はここにねロックをかけることができるんですよ。そうすると微妙にこれ隙間空いてるの
わかりますかね。ちょっとだけここで開いてるんです。実は指が入るぐらい開いてるんですけど、こういう風にしてあげると実は換気ができるんですよね。なのでこれ走行中ねこれはちょっとまずいので、停泊してる時にちょっとだけ窓を開けてね、換気しようかなと思ったら、ここじゃなくてこっちの奥の方にねこれを引っ掛けてあげると、少しだけ開けることがこの窓がね実はできるんですよ。はい、今回はですね、コンパスドルク P クールいかがだったでしょうか。今ですね、北海道ここ5月今撮影をしてるんですけど、ちょうどですね、ゴールデンウィークぐらいの時にですね、桜が実は開花するんですよね。で今年は結構早くてですね、今も、5月の初旬なんですけども、だいたい20度ぐらい今外気温あるかなっていう感じです。ですので、これから6月、7月、8月になると、本州の皆さんお待ちかねじゃないかとは思うんですけど、多分猛暑がやってきます。で北海道もね結構暑いんですけど、少しずつねやっぱりこういうエアコン付きのキャンピングカーを求められる方って非常に今増えてるんですよね。で特に本州にお住まいの方はですね、もうこのエアコンもう必需品多分ねなってきてると思うんですよ。ただこのエアコンだとか電子レンジって実はですね 100V 家庭の AC100V なんですよ。でキャンピングカーのサブバッテリーって 12V なので、そもそもですね 12V をインバーターという機械で変換して初めてですねこういう電化製品を使うことができるんですけど、通常のね鉛バッテリーだったら電子レンジもそんなに使えないですし、家庭用エアコンもせいぜい 1,2 時間がいいところかなって感じしか使えないんですよね。でところが今ですねバッテリーもリチウムイオンバッテリーとかいいのが出てきてますから、少し金額高いんですけども、特にこのホワイトハーサーに関してはオプションでリン酸鉄のリチウムイオンバッテリーに変換交換することができますので、なるべくですねストレスなくこういうね 100V 製品を使いたい、長い時間なるべく使いたいって方はそのねオプションのリチウムイオンバッテリーに変換するのねおすすめします。そして私個人的に結構ねおすすめなことがあるんですけど、もちろんキャンピングカーのですね中もリチウムイオンバッテリーにすればいいんですけど、結構金額が高いので、最近ねポータブル電源、リチウムイオンのポータブル電源結構いろんな種類が出てきてて、それをですね持って歩いて併用して使うって結構おすすめしてるんですよ。なので一応ここにはね例えば鉛バッテリーがついてるんですけど、そろそろやばくなってきたなと思ったらリチウムイオンバッテリーのねポータブル電源をちゃんと出してこっから出力するっていうこともねできますし、そういうね電気配線だとかっていうのもですね各販売店とかにねお問い合わせいただければと思うんですけども、最近はねうちでもねよくやるんですけども、通常はキャンピングカーね鉛バッテリーはついてるんですけど、ポータブル電源をねブスッとさせたポータブル電源から出力できるようにねできないかいっていうね結構相談を受けるんですけど、そういうこともやってますので、私個人的にはですねポータブル電源を別個に持ち歩くっていうのを結構おすすめします。もちろんキャンプのねこうキャンピングカーの中でも使えますし、災害があった時にそれだけ持ち運んで家の中でもね予備電源として使うことができますので、今の時代ね結構ポータブル電源はね一家に一台ねあってもいいんじゃないかなと思います。はい、今回はですね家庭用エアコンがついたハイエースバンコンホワイトハースさんのコンパスドルク P クールをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。